皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語13です。実用日本語シリーズでは日本人同士の会話からよく使う表現が学べます。今日は店で在庫を確認するときに使う表現について一緒に勉強しましょう。今回の動画は東京のセレクトショップで撮影しました。こちらの Vlog の一部分を使用します。私と店員さんは事前にセリフを用意していません。日本人同士の自然な会話です。スピードも少し速いです。そのため最初は少し難しいと感じる人がいるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。途中で難しい単語や表現について解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。最初に会話を聞いた時全くわからなかった方も最後には全部の内容がわかるようになります。その過程をぜひ経験してください。それでは早速始めましょう。まずは今日の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方はこの部分を飛ばしてください。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時会話の内容が全くわからなくても問題ありません。続いて重要なキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。この時には1つ2つの単語が聞き取れると思います。その後重要なセリフについて一つ一つ解説します。日本人が在庫を確認するときによく使う表現について学びましょう。その後、日本語の字幕がついた動画を一度見ます。そして最後に字幕がない動画をもう一度見ます。最初に字幕がない動画を見たとき全くわからなかった方も、最後にはある程度会話の内容が理解できるようになります。このようにだんだん分かっていく過程を経験してほしいです。一緒に頑張りましょう。それでは早速始めましょう。まずは一度動画を見ましょう。この時会話の内容が分からなくても問題ありません。今日の動画を最後まで見れば全部分かるようになりますよ。今回撮影した動画は東京のセレクトショップでピアスを買う場面です。私はこのような可愛いピアスを購入しました。このピアスは店頭に並べられていましたが、購入するとき私は新しいものがあれば新しい商品を買いたいと思ったので、店員さんに在庫について確認しました。そのような会話です。それでは早速一度聞いてみましょう。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。人気商品でこちらラスト1点になってます。ラスト1点分かりました。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。どうでしたか？何か聞き取れた単語、会話はありましたか？それでは続いてキーワードを10個提示します。こちらです。最後、新しいの、確認いたします、お願いします、人気商品、ラスト1点、わかりました、確認しますね、大丈夫です、ありがとうございます。はい。それでは続いてこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。人気商品でこちらラスト1点になってます。ラスト1点分かりました。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、どうでしたか？ラスト1点とか確認しますなど何かキーワードが聞き取れましたか？それでは
一つ一つの会話について私から解説します。まず私はレジで店員さんにこのように聞きました。これってもう最後ですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。この時私は店頭でこちらのピアスを見つけて手に取ってレジへ持っていきました。でも、もしお店の奥に新しい商品があればそちらを買いたいと思ったので、店員さんに最初にこのように言いました。これってもう最後ですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。ここでの意味は、私が今手に取っているこのピアスはお店の中で最後の1点ですか？最後の1つですか？という意味です。それでこのように言いました。これってもう最後ですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。その後続いてこのように言いました。新しいのとかもなさそうですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。新しいのというのは新しいものという意味です。今回の場合はピアスなので商品と言ってもいいですね。新しいものまたは新しい商品、このことを新しいのと言います。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。このように何々のでものを表す表現はたくさんあります。よく使います。例えばこのようなものがあります。新しいの、古いの、大きいの、小さいの、甘いの、辛いの、新鮮なの、簡単なの。カジュアルな会話の時によく使います。例文は例えばこのようなものがあります。大きいのと小さいのどっちがいい？大きいのは大きいもの、小さいのは小さいものです。大きいのと小さいのどっちがいい？これは大きいものと小さいものどちらがいいですか？のカジュアルな表現です。大きいのと小さいのどっちがいい？また前にな形容詞をつけた場合は例えばこのような例文があります。スーパーマーケットで今から野菜を買う場面です。お父さんが息子にこのように言いました。野菜は新鮮なのを選んでね。野菜は新鮮なのを選んでね。新鮮なのは新鮮なものと同じです。野菜は新鮮なのを選んでね。このようにカジュアルな会話の時に何々のという表現がよく使われます。今回は新しいのを使いました。新しいのとかもなさそうですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。また後半の部分のなさそうですかのそうは初級で勉強する文法の一つですね。ないにそうをつけた形です。なさそう。そのように見えるとかそのような状態だろうなというふうに思う時です。例えば料理を注文してその料理が目の前に来た時に唐辛子がいっぱいあります。それを見た時にこの料理の様子とか状態についてこのように言います。ああ、辛そうですね。辛いいい形容詞にそうをつけて辛そうですね。まだ食べていないので辛いとは言えません。見て思いました。ああ、これはきっと辛いだろう。その時、辛そうと言います。今回は私はこのお店の在庫の状況について思いました。ああ、お店の在庫はないように見える。でも聞きたいので、なさそうですか？と言いました。なさそうですか？
これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。ないの場合はなさそうです。他にもさっきの辛いの場合は辛くなさそうです。辛いの否定の形は辛くない。そしてないの部分がなさそうに変わります。辛くなさそう。また、な形容詞の否定の場合は、例えば簡単だったら、簡単の否定の形、簡単じゃない。じゃないのないの部分がなさそうに変わって、簡単じゃなさそうです。今回の場合は在庫がある、ないのないなので直接なさそうを使います。新しいのとかもなさそうですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。最初から全部つなげると、これってもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。その後、店員さんはこのように言いました。確認いたします。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。ここで店員さんが使ったいたしますというのはしますの謙譲表現です。確認しますイコール確認いたしますです。自分がすることに使います。自分を下げて敬意を表す謙譲の表現です。確認いたします。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。その後、私は店員さんにこのように言いました。はい、お願いします。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。この部分の全体は、これってもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？確認いたします。はい、お願いします。これでもう最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。しばらく経ってから店員さんが戻ってきました。そして私にこのように言いました。人気商品でこちらラスト1点になっております。人気商品でこちらラスト1点になっております。ラスト1点分かりました。人気商品。これは名詞の形です。人気の商品または人気商品と言います。人気商品で、このでというのは理由原因を表します。人気商品なのでと同じ意味です。人気商品で。人気商品でこちらラスト1点になっております。ラスト1点分かりました。人気商品でこちらラスト1点になっております。人気商品でこちらラスト1点になっております。ラスト1点分かりました。こちらというのはこれと同じです。これはこちら、それはそちら、あれはあちら、どれはどちらです。とても丁寧な表現です。こちら、そちら、あちら、どちら。店員さんがよく使います。今回は私と店員さんのすぐ目の前にピアスがあったので、こちらと言いました。人気商品でこちらラスト1点になっております。人気商品でこちらラスト1点になっております。ラスト1点分かりました。続いてもう一つのキーワード、ラスト1点。これは在庫を確認するときよく使われる表現です。ラスト1点。ラストというのは外来語をカタカナに書いた表現ですね。最後のという意味です。なのでラスト1点の他に最後の1点という場合もあります。ラスト1点、ラストの1点、最後の1点はすべて同じ意味です。人気商品でこちらラスト1点になっております。ラスト1点分かりました。また1点、2点、3点というのは店員さんが商品を数えるときによく使われる表現です。例えばコンビニとかで買い物しているときに店員さんはこのように言います。1点、2点、3点、合計3点で580円でございます。このように商品を数えるとき1点、2点、3点というふうに店員さんが言います。人気商品でこちらラスト1点になっております。
人気商品でうちがラスト1点になってる。ラスト1点、わかりました。そして私は店員さんが言ったことを繰り返しました。ラスト1点、わかりました。人気商品でうちがラスト1点になってる。ラスト1点、わかりました。そしてその後、私はこれが最後の一つで、しかも展示されていた商品だと分かっていたので、商品に問題がないか、傷とか汚れとかがないか確認しました。ちょっと確認しますね。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ここでのちょっとというのは少しという意味です。カジュアルな会話の時にはちょっととよく言います。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとを使った例文は例えばこのようなものがあります。彼女の家は駅からちょっと遠い。ちょっと遠いイコール少し遠いです。この距離について言います。ちょっと遠い。昔ギターをちょっと習ったことがあるよ。ちょっと。これはその程度とか時間ですね。例えば1週間だけ習いました。ちょっと習いました。とか、あるいは本当に基礎的なことだけ習いました。ちょっと習いました。とか、その程度とか時間についてちょっとと言います。ちょっと習ったことがあるよ。もうちょっとだけ遊ぼう。例えば友達と公園で2時間遊びました。でも、あと15分、30分遊びたいという時に、もうちょっとだけ遊ぼう。もうちょっとだけ。これは時間について言いますね。もうちょっとだけ遊ぼう。今回は私は確認することについて、ちょっと確認しますねと言いました。なぜならこの確認の時間はそんなに長くないですね。数秒または1分以内です。なのでちょっとと言いました。ちょっと確認しますね。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。確認が終わったので私は店員さんにこのように伝えました。はい、大丈夫です。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ここでの大丈夫ですは問題ありませんとかこれで OK ですと言い換えてもいいですね。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。今回のように傷とか汚れがないか確認して自分はこれを買ってもいいと判断した場合、大丈夫です。問題ありません。OK です。いいです。このどれを使っても問題ありません。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。そして店員さんはこのように答えました。ありがとうございます。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、それでは続いて日本語の字幕がついた動画を一度見てみましょう。今一つ一つの会話について確認してきたので、全体の内容が理解できるはずです。ぜひ挑戦してみましょう。これでも最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。人気商品でうちがラスト1点になってる。ラスト1点、わかりました。ちょっと確認しますね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？何か聞き取れた会話はありましたか？それでは最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初に字幕がない動画を見たとき、全く会話がわからなかった方も、次に字幕がない動画を見たときには、ある程度理解できているはずです。ぜひ挑戦してみてください。それでは動画を見てみましょう。これでも最後ですか？新しいのとかもなさそうですか？はい、お願いします。人気商品でうちがラスト1点になってる。ラスト1点、わかりました。ちょっと確認しますね。
はい、大丈夫ありがとうございです。ます。いかがでしたか？最後ですか？とか、人気商品でなど何か聞き取れた部分がありましたか？それでは最後に在庫を確認するときによく使うその他の表現についてご紹介します。今回私は在庫というキーワードは使いませんでしたが、実際にお店で店員さんに聞く場合は在庫というこのキーワードを使うと大変便利です。例えばこのように聞きます。これ在庫ありますか？これ在庫ありますか？また具体的に自分が買いたい数量を前につけてもいいですね。10個欲しいんですが、これ在庫ありますか？ 10 個欲しいんですが、これ在庫ありますか？その後大抵店員さんはこのように答えます。少々お待ちください。確認いたします。少々お待ちください。確認いたします。そして店員さんが確認が終わって戻ってきて、在庫がある場合はこのように言います。在庫がございます。または在庫が10点ございます。在庫がない場合はこのように言うことが多いです。申し訳ございません。こちらは在庫を切らしておりまして、在庫を切らしているというのは在庫がないと同じ意味です。今この店に在庫はありません。それを在庫を切らしていると言います。また名詞の形で在庫切れという場合もあります。在庫切れの場合は、申し訳ありません。こちらの商品は在庫切れでして、このように在庫切れとか在庫を切らしているというふうに言います。またこのような表現もよく聞かれます。今店頭に出ているものだけです。店頭というのはこの皆さんが見えているお店の前の部分ですね。商品を展示しているその部分を店頭と言います。店頭に出ているだけ。つまりお店の後ろにはもう在庫はないです。今あなたが見えているこの商品が全部ですという意味です。またチェーン店とか他にも支店がある場合にはこのように言うかもしれません。他の店舗の在庫もお調べします。お調べしますというのは調べますの謙譲表現です。とても丁寧な表現で店員さんがよく使います。この時皆さんははい、お願いしますと言います。もし他の店舗に在庫がある場合は、例えば新宿店に在庫がございます。新宿店に在庫が1点ございます。在庫がない場合は、申し訳ございません。他の店舗にも在庫がございません。または他の店舗も在庫を切らしております。在庫を切らしているイコール在庫がないということです。そしてこのように在庫がないと言われたときに皆さんはこのように聞いてもいいですね。いつ入荷しますか？いつ入荷しますか？そして店員さんは入荷の予定がわかる場合はこのように答えます。来週入荷する予定です。入荷の予定がわからない場合は店員さんはこのように言います。入荷時期は未定です。またはいつ入荷するかまだわかりません。その後皆さんはこのように言います。そうですか。わかりました。あるいは例えば来週入荷する予定ですと言われたら、じゃあまた来週来ます。このように答えます。はい、皆さんお疲れ様でした。今日は在庫を聞く場面の会話を練習しました。買い物の時に使うその他の表現については、実用日本語の1、3、9、12でも紹介しています。時間があればぜひこのような動画も参考にしてください。
今日の動画がいいと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。また、実用日本語でこのような会話を練習したいというリクエストがあれば、そちらもぜひコメントに書いてください。それでは今日の動画はここまでです。皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今天我想问你一个问题，您的人生目标是什么？其实我的人生目标一直没变。我想最后的瞬间回顾人生说，啊，楽しかった。所以我想让自己经验更多好玩的事，想让自己看更多美丽的东西。有没有和我一样想的人？人生は短く、世界は広い。我们的每一刻时间都很重要，想做就做，想去哪里就去哪里。如果你的想做的事情是学习日语，和日本人沟通，那我可以帮助你哦。接下来我来介绍一下我和大新影音网合作的线上日文课。无论是在去日本旅游、工作或和日本朋友交流时，我们的线上课程非常有帮助。我们的线上课程的特色是从最基本的文法到敬语，总共有228堂课。课程包含例句、绘画、单字，全方面打好基础，随时随地用手机、电脑回放学习，有利于反复练习。一次购买，无限次观看，永不过期。Yuka 结合了自己的教学经验，带来了最重要的基础文法，从最基础的文法开始，破解日本文法结构的秘密，带入例句、生活绘画跟单字，还会加入老师亲身经验的日本文化小知识，让大家更清楚这些语法的实际的运用。我们特意将每堂课的时间都用化整为零的方式拍摄，设计为5到10分钟左右上完一堂课，可以让同学们自由依据空闲的时间，不管是搭车通勤或短暂的休息时间，都可以无缝的上课。反复听、反复说也是提高语言能力的关键之一。每天10分钟、15分钟也可以。希望大家反复听我的教学影片，养成语感。如果有兴趣的话，也可以分享给朋友知道哦。一緒に頑張りましょう。